また失敗したらどうしよう。不安が解消される方法ないかな。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では、この登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、神経科医医学博士の藤井秀夫さんが書いたマインドフルネスの教科書です。私たちは何かを考えるときには頭で考えていますよね。この頭で考えるまでのプロセスってどういうものなんだろうっていうふうに考えたことはありますでしょうか？私たちが何かを考えるときっていうのは、まず外からの刺激を体がキャッチするところから始まるんですよね。目で見たり、匂いを嗅いだり、触ったりするっていうのは、すべて外からの刺激ですよね。実はこの後に考えているわけではないんですよ。考える前に潜在意識に行くんですよ。この潜在意識で良いか悪いか、危険か安全かっていうのを自動的に見極めているんです。このスピードがとても速いので、私たちはちゃんと考える前に、この潜在意識が決めてしまうんです。そしてその後、ようやく潜在意識に届いて、そこから考えることで感情が生まれるんです。そして感情が生まれることによって、私たちは何かしらの意思決定をするということなんですね。実はこの潜在意識の前に潜在意識があるというのが厄介なことなんです。この潜在意識っていうのは、いわばフィルターのようなものなんですね。もしも潜在意識の中で自分にはできないとか、自分なんてどうせみたいなネガティブな意識があると、それが潜在意識に現れてしまうということなんです。こうなってしまうと感情もネガティブになりますし、意思決定もネガティブになってしまうということなんです。マインドフルネスはズバリこの潜在意識の改善をするものなんですね。この潜在意識がポジティブなフィルターであれば、潜在意識もポジティブになってくるということなんです。これから登場人物を設定して、マインドフルネスについて分かりやすく説明をしていきたいと思います。はい。ゆうかさん36歳、一般会社員の方です。ネガティブ思考で自分の小さなミスが気になってしまって失敗が頭を離れないということなんです。それによって自己嫌悪に苛まれることが多いんだということなんですね。自己肯定感が低いので自分を褒めることが苦手で、また他人からの評価にも疑問を持ってるんです。そんなゆうかさん、些細なことに怒ってしまい、その後に後悔して落ち込むことが多いんですね。夜寝ている時も仕事のことを考えてしまい、仕事に対する不安とかで心が落ち着かないということなんですね。そこでゆうかさんの目的を自己肯定感を高め、ストレスのない生活を送るに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のゆうかさんの悩みに当てはめていき、どうしたらゆうかさんの悩みが解決し、目的を達成できるのか、ということについて説明をしていきたいと思います。一つ目のポイントは、マインドフルネスを正しく理解するということです。マインドフルネスとは、一言で言うと、自分を客観視する技術なんですね。今この瞬間にリアルタイムで気づき、現実をあるがままに受け入れることを指すんです。例えば、ネガティブな感情にとらわれたとき、その思考をただ観察して、今自分はネガティブに感じてるんだなと気づくことがマインドフルネスな状態ということなんです。反対に、マインドフルネスではない状態を、この本では自動操縦モードというふうに説明しています。こうなってしまうとどうなるかというと、過去の失敗を引きずったり、他人への不満が多くなったりして、ストレスが増してしまうということなんです。マインドフルネスになるためのコツは、幽体離脱しているようにイメージすることなんですね。例えば、この人のように、夏の暑がっている自分を想像してみてください。その時に自分を幽体離脱させてみてください。自分が暑がっているのが見えますよね。この時、私は暑がっているなというふうに観察することができれば、それはマインドフルネスな状態だということなんです。
別の例で示しますと、例えば優香さんのように、些細なことでイラッとしてしまったとしましょう。その時に自分を幽体離脱させてみてください。どうでしょうか？自分は怒ってるなと思いますよね。これでもマインドフルネスはできているんですが、もうワンステップ工夫するとさらにいいです。それは、この感情はなぜ発生しているのかなっていうことを考えてみることなんです。そうすると、自分は相手に嫉妬しているんだとか、自分は不安になっていたから怒っていたんだということを客観的に気づくことができるようになるということなんですね。そうすると冷静になって、じゃあ次どう対処しようかなっていう次のステップに進むことができるということなんです。こういうふうに考えることができるようになると、普段は気づかないこの潜在意識のパターンに気づくことができるようになるんですね。この潜在意識のパターンに気づくことができるようになれば、それを冷静に見つめ直すことで改善することができて、少しずつポジティブな潜在意識になっていくということなんですね。ちなみに怒った時にマインドフルに考えることで自然と6秒ぐらいの時間が経過してしまうんですね。これはアンガーマネジメントという、怒らない方法にも書いてあるんですけど、人は6秒経つと怒りが少し収まるということなんです。著者もマインドフルネスとアンガーマネジメントは密接な関係があるというふうにおっしゃっております。アンガーマネジメントについてはこちらの動画に詳しく説明しているので、よければ見てみてください。二つ目のポイントは、意図的にマインドフルになることを習慣化するです。生活の中でマインドフルネスを取り入れるのには練習が必要なんですね。なのでまずは意図的にマインドフルネスをすることが大切なんです。例えば食事でもマインドフルネスのトレーニングができます。ご飯を食べている自分を幽体離脱させてみてください。この時今私はレタスのサクサク感を感じてるなとか、今私は甘いアイスクリームを食べてるなとかっていうのが客観視できますよね。そして今自分は満足してるなとか、今はまだ空腹を感じてるなってところまで客観視できると、マインドフルネスのトレーニングがかなりできているということになります。この意図的なマインドフルネスは時間や場所を決めて行うことが大切です。まずはマインドフルネスをすることを習慣化してみてください。普段の行動の中に取り入れるだけで構いません。三つ目のポイントは、偶然のマインドフルを利用するということです。普段から生活している時ってネガティブなことを考えてしまいますよね。今回の登場人物の優香さんもネガティブなことを考えがちなんですよ。こういうネガティブなことを感じている時こそ偶然のマインドフルを活かすチャンスなんです。例えば何か小さなミスをしてネガティブになってしまったとします。この時に自分を幽体離脱させています。そして自分は今どんな状態なのかを客観的に見ています。すると私はネガティブになっていると客観的に見れますよね。もしかしたら、自分はこんな風に落ち込んでるんだなという風なことも見られるかもしれません。これによって潜在意識のパターンを知ることができて、そうか、自分はこういうミスをしていた時に自己嫌悪しているのかと冷静に自分を見つめ直すことができるようになるんです。そういうふうに思えれば本質的な心の感情と向き合うことができるようになるので、じゃあどうしたらミスをせずに済むのかなということを冷静に考えることができるようになるんです。これは根本的なミスに対する対策につながるので、次からはミスをする確率も減りますし、ミスをしたとしても、またマインドフルネスを行うことによって、ネガティブに考えることも少なくなってくるということなんですね。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？マインドフルネスみたいな考え方って、普段から意識することはあまりないですよね。このマインドフルネスはまずは意識してやっていかないとなかなかできるようにはならないと思います。しかし普段から実践できるようになると自分の潜在意識を良い状態にしてくれます。それにこのマインドフルネスっていうのはお金がかからないんですね。考えるだけなので経済的にもとってもお得なんです。ぜひ日々の習慣にマインドフルネスを取り入れてみて潜在意識をいい状態にしていただければと思います。私も普段から実践してみるように頑張りたいと思います。今回の動画でマインドフルネスのやり方が少しでも分かったという方は、
いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。